イーロン・マスクは以前から次のロードスターは飛べると語ってきました。そして今、その実演が8月にも行われる可能性が報じられています。ただし、車内には誰も乗りません。おはようございます。ケンです。今日の結論を先に言っておきます。報道が正しければ、スペース X と開発したレーガススラスターを使って無人のロードスターが地上から浮上します。ただし、それは空を移動する車ではありません。短い時間だけ浮く、公道を走れない特別な車です。では、ここで一つ引っかかる点があります。観客は数百ヤード離され、車内には誰も乗せない計画だと言います。なぜそこまでするのでしょうか。今日は4つわかります。イーロンさんが以前から語ってきたこと、今回の報道で新しく分かったこと、レーガススラスターで本当に浮くのかどうか、そしてこれは市販できる車になっていくのかというところになります。先に断っておきます。今日の話には確認できていることと報道されていること、まだわからないことが混ざっています。たくさんのメディアが報じているのは関心の高さを示しています。ただし、報道の量は事実が確定した証拠ではありません。画面の色で区別しますので、そこを見ながら聞いてみてもらえればと思います。まず、この構想がいつからあったのかというところを見ていきたいと思いますけれども、なんと2018年に遡るんです。2018年6月にイーロンさんはこう書いています。新しいロードスター用のスペース X オプションパッケージには、車体の周りに配置された小さなロケットスラスターがおよそ10機含まれる。これらは加速も最高速もブレーキもコーナリングも劇的に改善する。そしてこう続けます。もしかするとテスラは飛ばすことさえできるかもしれないと。もう少し具体的に見ていきましょう。イーロンさんは超高圧の空気を入れた複合材の圧力容器を後部座席の2席の代わりに積むと説明しています。つまり座席を捨てて空気のタンクを積むということになります。この時点で市販車として成立するという問題は残っていました。では、レーガススラスターっていうのは一体何なのか。名前に反してこれは火は出しません。圧縮した気体をノズルから高速で吹き出すだけの装置なんです。燃焼させないで冷たいガスと呼ばれます。押し出した反動で気体が反対方向へ動くんです。これっていうのは実は新しい技術ではないんです。スペース X はファルコン9やファルコンヘビーでこの仕組みを使っています。用途は機体の向きと回転の制御です。つまりロケットを飛ばすためではなくって姿勢を整えるために使われてきた装置なんです。それを車に乗せるというお話です。ここからが今回の報道になりますけれども、ザ・インフォメーションが8月14日、関係者3人の話として伝えました。場所はテキサス州マクレガーにあるスペース X のロケット試験場。スラスターの内部での呼び名は A71。実演は早ければ今月です。そしてここが今回一番新しい部分ですけれども、デモ車は遠隔操作されて車内には誰も乗りません。9年間加速と最高速を語られてきた車が初めて人前で動くとき、運転席は空ということになります。そして観客の位置も報じられています。数百ヤード、つまり数百メートルは離される計画です。理由は音です。高圧の気体を放出する音が近くにいると聴覚を損なうほど大きいとされています。ここは報道であってテスラが公表した試験結果ではありません。ではここからが僕の見方なんですけれども、無人にするのも観客を離すのもこれはやはり安全のためです。逆に言えば人を乗せて見せられる段階ではないということでもあるんです。イーロンさん自身がこのデモは失敗する可能性があると社内で伝えたとも報じられています。ではここで言葉を分けておきます。飛行っていうのは空を移動することです。浮上は地上から離れることです。今回報じられているのは後者の方です。短い時間だけ地面から離れる。それが計画されている内容です。象徴的な言葉が報じられています。計画を知る人物がこう話しています。最初はほとんど航空機を作るつもりでしたが、最終的にはホバリングに近いものに落ち着いた。構想が9年かけてどこへ着地したのかを表しています。
実は数ヶ月前の計画はもっと派手でした。磁力を帯びたジェットコースターのようなランプを駆け上がり、逆さまに走って体勢を戻して浮上する、そういう案だったとも報じられています。イーロンさんに見せた後、延期され内容が削られました。そしてここまでの経緯も見ておきます。試作車が公開されたのは2017年11月、時速100キロまで 1.9 秒、2020年に納車っていう約束でした。その後、車内の期限を少なくとも8回は逃しています。そして今年発売するというふうに言われていましたけれども、4月、5月、6月、そして今現在8月となっていますけれども、ようやくここでデモの実演になってくるのではないかというところになります。そして一つ印象的な話があります。2025年11月の株主総会で、イーロンさんはデモの日を2026年4月1日に設置しました。エイプリルフールです。そして本人がその日付なら言い逃れができるとも公言しています。本気と冗談の境目を自分で曖昧にしているということになります。そしてここが重要です。今回デモに使われる限定車は公道を走れないと報じられています。つまり買って自宅から乗り出せる車ではないんです。今月見られるかもしれないのは製品ではなくって実験機に近いものです。そして価格も報じられています。数十万ドル、場合によっては数百万ドル。販売方法としては社内で議論されたのはフェラーリの XX プログラムを模した形です。公道を走れない車を少数の熱心なファンが管理された環境で走らせる、そういう売り方が検討されたと伝えられています。そしてここで冒頭の断りに戻ります。今回非常に多くのメディアが報じました。ただしそのほとんどはザ・インフォメーションの記事を元にしています。記事の数が増えても情報源は一つのままなんです。報道の量は関心の高さを示しています。事実が確定した証拠でもないんです。そして現時点でテスラもスペース X もこの内容を公式には認めてはいません。テスラ公式サイトにも実演の日程や浮上の仕様は載ってはいません。僕たちが今持っているのは関係者の話をまとめた報道だけなんです。ということで分かっていないことを並べておきましょう。正式な開催日、開催場所の確定、テスラ公式の配信案内があるかどうか、そしてどれくらいの高さまで何秒浮くのか、市販される仕様がどうなっていくのか、そして生産と納車の時期です。もし実演が公開されたら飛んだかどうかだけを見ないでください。見るべきはここです。浮いた高さと浮いていた時間、スラスターの数とどこについているのか、一度吹いた後空気をどれだけの時間で充填し直せるのか、そしてその仕様のまま市販できるかどうかです。はい、ということで今日のこの報道を受けてテスラの株価上がっておりますけれども、最後に内容をねまとめてみたいと思います。テスラの車が浮くっていう構想は2018年から語られてきました。今回それが実現される可能性が初めて具体的に報じられたんです。ただし無人で公道を走れず観客は遠くに離される、飛ぶ車ができたというお話ではなくって9年かかった構想がようやく人前に出るかもしれないっていう段階です。実演の映像が公開されたらこのチャンネルでは飛んだという見出しだけでは終わらせません。浮いた時間、高さ、そして市販できるかどうかっていうところまで検証をねしてみたいなと思いますけれども、また新しい情報が出ればこの YouTube でお届けしていきたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。移動中にサクサクとインターネットにつなげたい。テスラに乗っていてプレミアムコネクティビティを解約したけれども Wi-Fi につなげたい。そんな方に向けて移動中でも安定してインターネットにつなげれるモビリティ Wi-Fi、モビファイという Wi-Fi サービスがあります。興味のある方は概要欄にリンクを掲載していますのでチェックされてみてください。僕も使っていますが、移動中だけではなくって出先でも使えるので重宝しています。そしてもちろんテスラにもつないでいますので Apple Music などをそのまま聴けてかなりいいんじゃないかなと思っていますので、興味がある方はぜひねチェックされてみてください。はい、ではね今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。